おはようございます。たかしです。本日は11月15日火曜日、ただいま9時27分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは日足からです。昨日の日足は上髭の長い陽線となってるんですが、実体がほぼないのがわかりますね。ちょっとラインと被って見にくいんですが、かなり上髭が長いのが印象です。現在は4時間足単位で下落トレンドをつけながら下落中。そして日足の GMMA の下に一旦潜ってきております。ここからどうなるのかですね。過去のこの辺、もみ合いゾーンに入ってますので、分かりにくい動きをするっていうのが前提なんですけれども、現在ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロス、マクディに関しては下落のモメンタムは少し減ってはきているんですが、やはりまだ下落方向の力が強いので、もう少し上げ渋る、もしくは下落方向に動く可能性もまだ考えておきたいところです。昨日は一旦強く上昇して戻されて、そして本日も朝から上昇気味ではあるんですが、個人的にはこの上昇についていくのはちょっと怖いなという印象ですね。現在はこの日足のボックスの真ん中付近といいますか、この緑のボックスですね。この緑のボックスの今真ん中付近からの反発になってきてます。ただこの黄色のボックスを下抜けてるので、この黄色のボックスが昨日は意識されてそこからの上髭になってますので、本日もここが意識されるようですと、そこからの戻り売りというところでもう一段安っていうところは考えておきたい。一応160円ぐらい、この辺が下落目処なのかなとは考えております。ただやはり先ほども言いましたが、この辺っていうのは過去のもみ合いゾーンですので、よくわからない動きをする可能性っていうのも考えておきたいですね。では4時間足です。4時間足はこのオレンジのトレンドラインですね。ここを上抜けるまでは目線はまだ下。下落トレンド中ですね。もう少し下落するんじゃないのかなとは思っているんですが、昨日の強い上昇も気になりますので、基本的には分かりにくい動きをしているなという印象です。この緑のボックスを下抜けてきまして、そして昨日は一旦そのボックスの中に戻されましたが、夜にかけては結局ボックスの下に戻されてきてます。現在はまた強く上昇してきておりますが、ここがどうなるのか、再びボックスの中に戻ってくるのか、それともまたボックスの加減で反発して下落していくのか。昨日のこの上昇は過去のこの白いゾーンですね。これ過去のレジサポゾーンなんですが、その辺で反発しているのがわかりますので、本日昨日の高値を超えられるのか、それとも昨日の安値を下抜けられるのかっていうところですね。現在はこの辺でのレンジになる可能性も考えておきたいです。ストキャスティクスは高値圏ちょっと届いてませんが、デッドクロスはしてますが、クロスがちょっと早いのでもう一段上昇する可能性、つまり本日はもう少し上値を目指しに行く可能性、昨日の高値とかこの紫の点線166円ぐらいを目指して上昇する可能性を考えておきたいですね。それでも基本的には下落トレンド中ですので、ロングエントリーをもしするのであれば買い足でというところです。では1時間足です。現在は4時間足も1時間足も目線は下です。このオレンジの点線が4時間足の目線切り替えポイント。この紫の点線が1時間足の目線切り替えポイントです。紫の点線は166円付近、オレンジの点線は169円付近というところで、この辺を目安に戻り売りを仕掛けていくのがいいのかなと。ただ買い足、小さな足15分とか5分足では昨日綺麗に上昇トレンドを描いてますので、この上昇についていくことも可能ですが、今は上位足が下落トレンド中だということは忘れないようにしておきましょう。まずは一旦この下落トレンド、最低でも1時間足の目線を切り替えていく必要がありますので、この紫の点線ですね、166円を上抜ければ、そこからは次のこの黄色のボックスもしくはオレンジの点線ぐらいのところまで狙っていくのも可能かと思われます。この黄色のボックス加減は 167.6 か7付近、これがここでのネックライン付近になりますので、この辺付近まで狙えるかも。そしてここを超えてくるとこのオレンジの点線まで狙えるかもというところなんですが、基本的にはまずはこの紫の点線、そしてこのオレンジのトレンドラインを抜けてくることが大切です。で、このオレンジのトレンドラインっていうのは4時間足の GMMA もこの付近を走ってますので、ここを超えてくるとなると結構強めの上昇になってくるのかなと考えられますが、現時点でかなりの下落トレンド、日足のマクディも弱いという段階で強めの上昇が起こるのかっていうと、その可能性は低いのかなとも考えられます。ただ昨日を見てるとかなり強く上昇もしてますので、本日もここから強く上げてくるのかどうかというところ
ろですね。基本的には今黒線は分かりにくい動きをしてますので、個人的にはトレードはしたくないなと思ってますが、分かりやすいポイント、こういった紫の点線、166円付近とか、こういったオレンジの点線、この辺に来たところ、他のこういった節目でもいいと思うんですが、その辺付近は意識されやすいポイントですので、例えばこの高値からこの安値までフィボナッチリトレースメントを引いて、そのラインとこういった節目ですね、こういったところが重なってくるのであれば、その辺っていうのは反発のポイントになってきますので、その辺を背に戻り売りを仕掛けるのがいいのかなとは思っております。ただ、1時間足のこの目線切り替えポイント166円を上抜けてくると、1時間足は上、4時間足は下というところで、この辺はレンジになる想定、分かりにくい動きをする想定になりますので、あまり上昇してきたからといってそれについていくのも、下落し始めたからといってそれについていくのも、どちらも優位性はなくなってきますので、分かりにくい動きをするんだということを前提にやっていくのがいいと思います。ただこのオレンジのトレンドラインを明確に上抜けた時は、そこからは押しを待っての押し目買いっていうのを狙っていけばいいと思いますけれども、それにはかなり時間がかかってくると思いますので、本日は上がったところは売っていく、もしくは下がったところを買っていく、その場合はどちらにしても買い足での動きを見ていく、1時間足以下ですね、15分とか5分とかそういった短い足を見ていくのがいいと思ってます。1時間足以上ですと、先ほどから言ってますように分かりにくい動きをしてますので、まずはこの166円を超えられるかどうかっていうところがポイントですが、買い足では今上昇トレンド中ですので、それに乗っていくことも可能かもしれません。最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように、丁寧な解説動画を毎週1本更新していきます。誰でもご参加いただけるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしておりますので、たくさんの方のご参加をお待ちしております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。